こんにちは、ただ服を作るの泉です。今回はこの動画で紹介したボンポンさんの洋裁本の中からジャンパースカートを作っていきます。じっくり解説しながら作っていくのはこの動画の後でじっくり解説編として前編後編と2回に分けて解説していきます。今回はどんな感じでこのジャンパースカートが完成するのか、ポンポンポンとテンポよく完成するまでの流れをお届けしたいなと思います。このジャンパースカートは実は襟なし、空きなし、ポケットなしでとってもシンプルな作りで初心者の方から作っていただけるデザインかなと思います。初めて服作りに挑戦したいという方も挑戦していただけるデザインかなと思いますので、ぜひご覧ください。それでは早速始めたいと思います。スタート。まずはこのジャンパースカートの構造から見ていきたいと思います。実はこのジャンパースカートは上と下1枚で続いているのではなくって、上の身ごろと下のスカートの部分がウエストの部分でつながって作られています。作り方としては、まずはこの上の部分を作って、その後に下のスカートを作って、上と下を合体させて作っていくというイメージですね。最初にこの上の部分の身ごろを作っていきたいと思います。この首周りはバイアステープで作っているのではなくって、見返しで作られているので、裏側を見てもとっても綺麗。早速この見返しをつける部分からご覧ください。前の見返し、後ろの見返し、あとは前身ごろと後ろ身ごろがあります。で、それぞれ見返しは見返し、身ごろは身ごろで中表になるように合わせて、肩の部分を合わせて縫い代1センチで縫って、で肩の部分は縫い代を開いてアイロンをかけます。はい、それができたら身ごろと今の見返しを中表になるようにして合わせます。で、首の部分を揃えて縫い代1センチでぐるっと縫っていきます。見返しをこちら側に引っ張ってあげます。はい、こんな感じで首周りができたら次に進みます。この首周りの見返しをつけるところはとっても簡単なんですが、実はこのアームホールの部分の縫い方がとっても特徴的なんです。あんまり見たことがないような縫い方をして作るので、是非目を離さずに見てみてください。見返しが今上で置いてあって、見返しの脇のところを持つ。で、反対の手で下からくぐってきて、この身ごろの方の脇の部分を持ってこうやって合わせます。で、とりあえずここがずれないようにピンで留めますね。はい、そしたら次こっち側も今と同じです。見返しの方は片手で持って、反対側の下から手をくぐらせて、で身ごろの脇を持ってこうで、ここも合わせる。そうするとこのちょうど真ん中あたりがすごい生地がゴワゴワ集まってくるんですけど、それは気にせず中に入れて、で肩の部分、この肩の部分の縫い目を合わせて、で留めます。そうするとうまくピンで留めるとこんな形になると思います。ここを
縫い代1センチで縫っていきます。はい、こんな感じでミシンで縫えました。で、この片方のとこから生地を引っ張ってくる。そうすると、ほら、このアームホールが綺麗に中表に縫えました。はい、こんな感じでこの見返しの部分が仕上がりました。そしたら次にこのスカートの部分を作っていきます。スカートにはこんな感じでタックが入っているデザインになります。最初にこのタックの部分を作って両脇を合わせてスカートを完成させます。まずはスカートの身ごろにタックを入れていきます。タックの縫い代の部分は前中心の方に倒してあげてアイロンで整えてあげたらタックの部分の完成です。前のスカートと後ろのスカートが両方とも出来上がったら中表になるようにして合わせてあげて、両脇を縫い代1センチで縫って、縫った縫い代は開いてアイロンをかけます。両脇が縫えてスカートが出来上がったら裾を三つ折りにしてぐるっとステッチをかけて留めていきます。はい、ここまで来るとこの上とスカートが完成しました。あとはこのスカートの中に上の身ごろを中表になるようにスポッと入れてぐるっと縫って合体させます。スカートは裏の状態で、身ごろは表面が出ている状態でスカートの中にスポッと入れてあげます。そしたらこのウエストの部分をぐるっと一周ミシンで縫い代1センチで縫っていきます。そしたら最後です。今のウエストの縫い代は上の身ごろの方に倒してでステッチをかけます。ステッチは今こっち側がスカートがあってこっち側が身ごろが来てます。で縫い代が身ごろの方に倒れているのでこちら側の身ごろの方が少しぷくっと生地が厚くなっているんですね。でこちら側の方にステッチをかけていきます。はい、という感じでこのジャンパースカート完成になります。細かいパーツがなくって縫い方もとってもシンプルなので作りやすいかなと思います。ぜひ皆さんも挑戦してみてください。最後まで見ていただきありがとうございました。バイバイ。